皆さんこんにちは、黄昏です。今回は水草水槽に欠かせない CO2 添加をしていきたいと思います。ちなみに皆さんはどうやって CO2 添加してますか？小型ボンベとか発光式とか化学式とかミドボンとか結構いろいろあると思うんですけど、僕とか最初二酸化炭素添加だけでどんだけ種類あるんだよって思いましたよね。ちなみに僕は今回小型ボンベを使用して CO2 添加をしていきます。レギュレーターと電池弁はお得意のメルカリで結構前に揃えてました。で CO2 添加ってそれだけじゃできませんよね。二酸化炭素を溶け込ませるディフューザーがないと添加できません。アンビリーバブルとかが有名だと思います。僕も使ってました。あれ細かい気泡が出て見てて癒されますよね。でもすぐ苔だらけになってメンテナンス大変だし、エアチューブとかの配線関係が見えちゃうんでなんかすっきりしないんですよね。できるだけ水槽内に器具は入れたくない派なので、今回は自分的には最強だと思う CO2 添加をしていきたいと思います。それに使用するのがこれ、ウォータープランツワールドから発売されている CO2 マスターアドバンスです。これは CO2 を直接外部フィルターを通して添加する装置です。中に CO2 ストーンが入ってる結構簡単な構造ですね。直接添加方式とかインライン化とかいうみたいで、効率よく CO2 を水槽内に溶かすことができます。もう一つの水槽にはこれに似せた自作 CO2 インライン装置を使ってます。こちらは外部フィルターの給水側に取り付けて使用します。で、作業する前に簡単に CO2 のインライン化のメリット、デメリットを説明しておきます。初心者の解釈なんで間違ってたらすいません。まずメリットの1つ目は CO2 の溶解度が高い点。2つ目はメンテナンスが基本的にフリーな点。3つ目は水槽内に器具を入れなくていい点。4つ目は CO2 インライン化してるぜってドヤ顔できる点です。1つ目のメリットである溶解度が高いというのは、 CO2 が添加されるのが外部フィルターの給水側であるため、排出されるまでに長い時間水に触れることで溶解度が高まるそうです。2つ目のメンテナンスフリーな点は、水槽内に設置しないため目詰まりを起こしにくいので、メンテナンスの期間が伸びるみたいです。なので厳密にはメンテナンスフリーではないみたいですね。3つ目のメリット、水槽内に器具を入れなくていいっていうのは、そのまんまで見た目がすっきりします。で、4つ目のメリットに関しては、なんかCO2 のインライン化って響きめっちゃかっこよくないですか？横文字使ってりゃかっこいいって思う単細胞人間なんで、すごく中二心をくすぐられます。誰かにCO2 添加ってどうやってしてるって聞かれた時に、いや俺は CO2 インライン化してるよってどやる準備をずっとしてます。誰にも聞かれたことないんですけど。で、デメリットとしては、導入費用がディフューザーに比べて高いことと、多分 CO2 が発生しているところがインライン化してるんで見えないので、 CO2 が切れたことに気づきにくいこととかですかね。僕の場合はメリットの方が大きいかなと思うんでインライン化してます。はい、それでは CO2 をインライン化していきたいと思います。エアーの方はもうすでにインライン化してます。で、本当にこの狭さで配管地獄ですね。もう何するにしても作業がしづらいっていう。でももう限られたスペースでアクアリウムやってるんで、仕方ないかなと思いながら、できるだけ作業がしやすいようにはしてるんですけど、やっぱり限界がありますね。で、最初は給水側のダブルタップを外していきます。で、この時必ずタオルとか用意しておいた方がいいと思います。僕みたいに狭いところでやってると水拭くのも大変なんですね。で、外しました。
はい。で、給水側のホースを作業するために水を抜いていきます。こんな感じで計量カップで受けておくといいと思います。それではホースに CO2 マスターアドバンスをつけていきたいと思います。で、長さは結構余裕がない感じにしてるんで、一回長さを測ってどの高さにしていくかを決めてからつけていきます。できるだけCO2 が水流に乗る長さが長い方がいいかなと思ったんで、給水のパイプとちょっと近めにマスターアドバンスは取り付けていきたいと思います。ただちょっとつけた後に思ったんですけど、下の方にしておいた方が水槽の横に機材が何もない状態で見えるんで、CO2 の添加効率を考えるならもう近場につけておいた方がいいと思いますけど、見た目を完璧に器具がないように見せたいのであれば、もうちょっと下に取り付けた方がいいかと思います。僕もちょっと我慢ならなくなったら下の方につけようと思います。で、CO2 のマスターアドバンスをつけた分だけ距離が長くなってるんで、その分切っていきます。ただこの T 字の部分での長さ測って切ってるんですけど、それ以上にホースをキュッとこうやって入れていかないといけないんで、そんなに長く切っちゃうと後で届かなくなります。僕はギリギリ届いたんでよかったです。で、もともと仮につけておいた CO2 ディフューザー、さっき言ってたアンビリーバブルですねを外していきます。これもいい商品なんですけどね。で、設置した感じがこんな感じですね。ちょっと見えづらいですけど、ディフューザーをつけてた部分をインライン化したマスターアドバンスにエアーホースをつないでるってだけですね。簡単に取り付ける完了をしました。で、排出口を見てみてもCO2 の泡が出てないんで、理論上 100% 溶解してると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は CO2 のインライン化してみました。で、他のアクアリウム系 YouTuber の方の動画見てるんですけど、あんまりインライン化してる方いらっしゃらないんですよね。で、上手に水草管理されてる方とかも普通にディフューザー使われてあったり、なんで何か僕にはわからないデメリットがあるのかもしれません。僕的には結構メリットばっかりなんじゃないかなっては思うんですけど、何か知ってる方がいらっしゃれば教えていただけると嬉しいです。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。あとチャンネル登録、高評価していただけると動画制作の励みになりますので、コメントとかもいただけるととっても嬉しいです。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。